ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体は、ウマナよ。彼女はメインクエスト終盤で向かうダンジョン、アルフタンドに登場する死体よ。ユニークアイテムである血まみれの盾の持ち主と言った方が通りがいいと思うわ。単にユニークアイテムを持ってるだけの死体と思われがちだけど、実は彼女自身もユニークな特性の持ち主よ。というわけでまずは彼女の何がユニークなのかを見ていくわよ。始まるよー。ウマナは片手武器と盾を得意とする重装戦士よ。彼女の最もユニークな点は、血まみれの盾によるバッシュで出血ダメージを与えられることよ。それは盾の効果であって彼女の能力ではないと思うかもしれないけど、例えば従者に血まみれの盾を持たせてバッシュをさせても、出血ダメージは発生しないわ。実は血まみれの盾によるバッシュで出血ダメージを与えられるのはプレイヤーだけなの。その唯一の例外がウマナというわけね。単にユニークアイテムを持ってるだけではなくて、そのアイテムを使いこなせる唯一の NPC、それがウマナよ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがウマナのステータスよ。強打している出血中の対象という見覚えのないパークを持ってるけど、これが血まみれの盾で出血ダメージを与えられる理由よ。実はプレイヤーも同じパークをこっそり所持してて、そのおかげで血まみれの盾で出血ダメージを与えられるというわけね。このパークを持ってるのはプレイヤーとウマナだけだから、血まみれの盾で出血ダメージを与えられるのもこの2人だけよ。片手斧で出血ダメージを与えるハック&スラッシュを取得してるから、片手斧を持たせて出血の専門家として運用するのがいいと思うわ。最大レベルは30と少し低めだけど、レベルの割に体力は高いし、重装適性も高いから、十分前衛として戦っていけるわ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。ウマナはメインクエストの終盤で向かうアルフタンドに出現する死体よ。ダンジョン攻略自体はいつでもできるけど、ドワーフオートマトンやファルメルが出現するダンジョンだからある程度戦力を整える必要はあるわ。ウマナが出現するのはアルフタンド大聖堂の採用で、ブラックリーチに入るならセプティマス・シグナスからアチューンメントスフィアを受け取っておく必要があるけど、ウマナの死体を手に入れるだけならドワーフセンチュリオンから鍵を回収して、そのまま外に出ればいいわ。ウマナの死体はどれだけ日数が経過しても消えることはないから、保存のために保存アイテムを持たせないでも大丈夫よ。実際にやってみた。ここまでウマナについて紹介してきたけど、血まみれの盾で出血ダメージを与えられると聞いてどう思ったかしら。血まみれの盾の出血ダメージは3ポイントを5秒間。つまり合計で15ダメージしか与えられないわ。確かに珍しい能力ではあるけど、強くはないと思った人が多いのではないかしら。私もそう思っていたのだけど、実際に戦わせてみると、やけに強いわ。基本的には防御するよりさっさと殴った方が強いのだけど、彼女の場合はバッシュの使用率が他の NPC より明らかに高いわ。バッシュを使えば敵をひるませて攻撃を受ける回数を減らせるし、血まみれの盾を装備してれば出血ダメージも与えられるわ。ステータスや所持パークといったデータだけを見ると大したことないように思えるのだけど、実際にはデータから受ける印象以上に強い死体だから、盾役のジュートを探してるなら十分候補になりうる逸材よ。ジュートは自動回復しないから本来盾役には向いてないのだけど、蘇らせた後にもう一度死のジュートをかけると、自動回復するようになるから盾役として運用できるようになるわ。これについては死のジュートの隠し効果という動画で詳しく解説してるから、興味があれば見てみてね。ちなみに血まみれの盾の出血ダメージはアンデッドやドワーフオートマトンにも有効だから、場所を選ばず活躍できるわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はウマナについて紹介したわ。最初はただ珍しいだけの死体だと思っていたのだけど、実際に戦わせてみると想像以上の強さを持っていたわ。せっかくユニークな能力を持っているのだし、血まみれの盾を持たせて連れ回してみてはどうかしら。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。